ちは、かなです。この番組ではパリでひっそりと暮らし始めたかなとアレックスさん日仏カップルの生活をお届けします。今日はあまりに地味になるんですけれど、パリのアパルトマンの虫除け事情とアレックスさんの本棚、そして近いけど大きい公園に一人で行ってきた時の話をします。ではまず虫除け事情を話す前に窓の構造の説明をしたいと思うんですけれども、結構画期的だなと思うのが横開きにも縦開きにもなる窓なんですよね。今これ閉まってる状態なんですけど、これ90度にするとこうやって横開きになる。でもこれだとちょっと開きすぎてるっていう時はここを、縦に垂直にすると今度今度これ上が開くっていうような構造になっていて、すごいなと。外出するときはなんかシャッターを閉めて外出するらしい。こんな感じでシャッター閉まるので、盗難強盗防止になる。で寝るときとかはこういう状態で閉めてます。感じで少しだけ開けて、上の窓を開けると少しだけ風が入ってくる。で虫は入ってこないっていうので、こんな感じでなんか蚊の対策をしています。私がこのアパルトマンに来た時に一番びっくりしたのが、この覗き防止になっているこの花たちが実は全部造花だと聞いた時です。本当にそれらしくて、ちょっとホコリもついちゃって、なんかいい具合にしおれてるから、遠目で見た時本当に本物にしか見えなかったんだけれども、実は造花でした。これ聞いてからパリのレストランとかの屋根の上にあるお花も全部造花に見えちゃって、それぐらい猜疑心をお花だけに植え付けてきた造花たちとなります。ちょっと驚いたのが、よく見るとランプにおみくじが巻かれてたんですね。でアレックスさんにこれ何って聞いたら、今年の初めにそのフランスの家族も一緒に日本に旅行したことがあったんですけど、浅草寺に行った時のおみくじだったんですね。でそれなんと5人中3人が今日だったんですけど、で普通おみくじ結んで帰るところ、そのアレックスさんのお兄さんが不器用すぎておみくじ結べなかったみたいで、なぜかアレックスさんがそれを持ち帰ってランプに巻いているっていう状況みたいです。こちらがアレックスさんの本棚になります。上からジブリの DVD ですとか、日本の小説1984とか、あとは漫画がありまして、もう日本大好きなオタク感あふれる本棚って感じです。アレックスさんの一番好きな漫画がこのおやすみぷんぷんっていう浅尾のニーヨさんの漫画なんだけど、私アレックスさんに聞くまでこの漫画知らなくて、で教えてもらった後に日本に帰って一から全部見たんですよね。で結構これがボーイズ目線のお話で、私はですね正直あんまり分からなくて、この良さって言ったらあれなんですけど、なんか男性がハートブロークンした時のエッセンスがすごく詰まっていて、で結構私にはついていけなかったんですよね。アレックスさんとその時まだ純粋に恋愛をしていた時で、これおすすめの漫画だよって言われて、少しでも相手のことをね知りたい分かりたいと思って、読んだ漫画が、なんかさらにその人が何考えているか分かんなくなっちゃったような漫画で、ちょっと複雑な気持ちになったという思い出があります。でも結果、この本は男の子目線の漫画だったからっていう風に落ち着けたからよかったんですけど、なんか好きなものの共有って奥深いなっていう風に思いました。
家の近くのバンセンヌの森に来ました。公園の入り口を入るとこんな感じで、一気に木々しか見えなくなるので、いかにこの公園が広いかがわかるんじゃないかなと思います。で、公園にもね、道の名前があるくらい大きな公園です。しばらく歩くとですね、池が見えてきました。冬にはこのボートが全部伏せられていたと思うので、夏季限定でこういったボートに乗れるんじゃないかなって思ってます。ボートはですね、2人までだと 14.8 ユーロ、4人だとですね、15.8 ユーロ。時間制限はない気がするので、そういった意味ではもしかしたら割安かもしれないです。で、このバンセンヌの森って本当に大きくてですね、たまにスティックを持ってすれ違う人もいるくらい本格的なハイキングができるほどの大きさなんですよね。今日は本当に行ってぐるっと回って散歩して帰ってきただけなんですけれども、また近々森の奥の方に行って散策した際はまた投稿したいなと思います。ご視聴ありがとうございました。